普通の会社員 A さん、独身、貯金500万円。ごく普通の人ね。ある日インスタグラムの DM に見知らぬ男性から連絡が来た。ナンパみたいなやつ？写真を間違えて送ってしまいました。すみませんって。あるある。番号間違いっぽいやつね。それが3ヶ月後、500万円全部消えた事件の始まりだ。500万？どういうこと？今日は SNS ロマンス投資詐欺を解説するぜ。名前からしてやばいわね。別名豚の屠殺詐欺とも言われてる。豚の屠殺？豚を太らせてから殺す。つまり感情を育てて貯金を全部奪う詐欺だ。気持ち悪すぎる名前ね。警察庁のデータでは2024年の被害額は約1800億円。1800億？もう国家レベルじゃないの。被害者の平均被害額は1件あたり800万円を超えている。800万円。一生分の貯金が消えるわね。まず A さんの場合を時系列で追っていくぞ。最初は番号間違いのふりだったのよね。そう。相手は香港在住の自称 IT 起業家、ケンさん。ケンさん、実在しない人ね絶対。プロフィール写真はイケメンで英語混じりの日本語でやり取りしてくる。丁寧な人っぽく見えるのね。A さんは間違いですと返信したが、ケンさんは謝りながら話を続けた。そこで続けちゃったのね。ここから2週間、毎朝おはようメッセージが届くようになる。毎朝？今日の A さんはどんな一日？仕事大変そうだったねって。気にかけてくれてるってなるわね。返信するとすぐ既読。深夜も帰ってくる。いつ寝てるの？これが巧妙なんだが、実は複数人でシフト制で担当してる。プロのチームがいるの？組織的に親密さを演出しているんだ。怖いわ。本当に怖い。1ヶ月後、フェイさんは LINE でケンさんの話を友達にするようになった。完全に好きになってるじゃない。この段階でも投資の話は一切出ていない。まだ出さないんだ。そして2ヶ月目に実は資産運用してるんだけどと話が出た。やっと本題ね。でも売り込まない。自分がやってる投資サイトを見せるだけ。押し付けじゃないのね。見せたのは本物そっくりの擬投資プラットフォームだ。本物そっくり？本物の証券会社のデザインをそっくりパクって作られた偽サイトだ。見分けがつかないのね。ケンさんはちょっとやってみる？10万円から始められるよと言った。少額から始めさせるのね。A さんが10万円を入金すると、1週間で12万円に増えた。本当に増えたの？もちろん嘘だ。サイト上の数字が変わっただけで実際の金は動いていない。画面上だけで増えてるふりをするのね。しかもこの段階で出金させる。これがポイントだ。出金できるの？12万円。実際に口座に振り込まれた。本当に出てきたの？詐欺グループが自腹で2万円を払って信頼を買う手法だ。2万円使って500万円を騙し取る投資なのね。ROI は2万5000%だ。詐欺グループにとっての話だが、完全にビジネスとして成立してる。出金を確認した A さんは本物だと確信して投資額を増やしていった。そりゃそうなるわね。30万、100万、300万と増額していった。貯金を溶かしながら増やしてるのね。ケンさんは一緒に豊かになろういつか会いに行くねとも言っていた。感情まで使ってくる。投資と恋愛の両方で信頼を積み上げた状態で最後の一手を打つ。最後の一手？今だけ特別案件、元本2倍になるチャンスのメッセージが来た。そこで全部突っ込んだのね。A さんは残りの貯金200万円を全部入れた。合計500万円。画面上では1000万円以上に増えていた。夢みたいな数字ね。しかし出金しようとした瞬間、税金 20% を先払いしてくださいとメッセージが来た。出金する前に払えって。200万円を振り込まないと引き出せないと言われた。これって詐欺じゃない？さすがに A さんも気づいて変だとケンさんに聞いた。なんて答えたの？それ以降ケンさんからは返信が来なかった。完全に消えた。A さんは警察に相談したが難しいと言われた。取り戻せないの？振込先は中国、香港、カンボジアを経由した多重口座だった。追えないわけね。500万円は戻らず、A さんは3年かけて貯めた全財産を失った。3年分が3ヶ月で消えた。しかも一番辛いのは好きだと思っていた相手が存在しなかったこと。お金だけじゃなく感情まで騙されてたのね。ここで構造を整理するぞ。なぜこんなに巧妙なの？実は背後に複数国にまたがる犯罪組織がいる。個人じゃないのね。カンボジア、ミャンマー、フィリピンなどに詐欺工場が存在する。詐欺工場ってなんそれ？人を監禁して無理やり詐欺師として働かせる施設だ。被害者の中に被害者がいるのね。詐欺グループはプロファイリングでターゲットを選ぶ。どうやって選ぶの？独身、アラサー、貯金あり、
SNS を頻繁に使う人が狙われやすい。条件に当てはまる人は多いわね。間違い DM 宅配不在通知、友達の紹介など入り口は様々だ。知らない間にターゲットになってるのね。しかも担当者がシフト制で変わるからケンさんは実在しない。チームで演じてるのね。本日のポイント。なぜ賢い人でも騙されるのかだ。確かに頭がいい人でも引っかかってるわよね。3つある。まず段階的コミットメントだ。段階的？最初は10万円。少額から始めさせて損した実感を薄くする。一気に大金を要求しないのね。2つ目はサンクコスト効果だ。サンクコスト？もう300万入れてしまったから引けない。損を認めたくない心理だ。やめたら300万が確定するからやめられないのね。3つ目は感情的なつながりだ。好きだと思ってる相手だから信じちゃうのね。お金と愛情を同時に人質にされると判断力がなまる。巧妙に設計された罠ね。ではどうすれば防げるか、3つのチェックポイントを教えるぞ。教えて。1つ目、知らない人から投資の話が出たら即アウト。どんなに親しくなっても3ヶ月話しても会ったことない人は知らない人だ。確かに一度も会ったことないわね。2つ目、出勤テストで信頼するな。出勤できたことで信用しちゃうのよね。実際に出勤できても詐欺のプロセスの一つに過ぎない。出勤できる本物じゃないのね。3つ目、投資の話は必ず金融庁のサイトで登録確認する。金融庁で確認できるの？登録された業者か検索できる。偽サイトは必ず無登録だ。確認するだけで防げるのね。もし騙されたかもと思ったらすぐ警察か消費者庁に相談だ。早いほどいいのよね。振込先の凍結手続きがある。72時間以内が勝負だ。72時間覚えておくわ。おかしいと感じたら家族や友人にすぐ話す。これだけで止まることが多い。一人で抱え込まないことが大事ね。実は被害者の多くが恥ずかしくて言えなかったと言っている。確かに騙されたって言いにくいわよね。でも早く言うほど対処できる選択肢が増えるんだ。時間が鍵なのね。消費者庁の消費者ホットライン188番に電話するだけでいい。188番。覚えやすい番号ね。無料で相談に乗ってくれるし、被害状況に応じた機関を紹介してくれる。一人で抱えないことが大事ね。最後にまとめるぞ。SNS ロマンス投資詐欺は2024年に国内で1800億円の被害を出している。毎年増えてるのよね。会ったことがない投資の話をするこの2つが揃ったら詐欺だ。シンプルなルールね。感情が動いている時こそ、立ち止まって第三者に相談してくれ。自分は大丈夫って思ってる人ほど危ないのよね。そう、被害者の7割がまさか自分が騙されるとは思わなかったと言っている。身近にいる人にも教えてあげないとね。この動画が参考になったら、大切な人にシェアしてほしい。特に親や祖父母にも教えてあげてほしいわ。詐欺は知識が最大の防御だ。一緒に守ろう。この動画を見たあなたはもう知識を手に入れた。その知識を周りの人にも伝えてくれると嬉しい。チャンネル登録、高評価もよろしくな。隣人の狂気で次回もお会いしましょうね。またな。